キャロットケーキ。じゃ全粒粉を使っていて、クランベリーとココナッツが入ってます。じゃあ沖縄のパイナップルのマフィンです。じゃあスパイスクッキーです。あ、そうだ。バニラのクッキーいただかないと。ワンちゃんとか小さいお子様も食べられるぐらいすごいシンプルに、作っていて、なので結構飼い主さんがかじってワンちゃんにあげたりとかっていうこともありますね。小麦粉が大丈夫な子だったら安心してお召し上がりいただける感じ。失礼します。お待たせいたしました。ラムマサラチャイとパイナップルとココナッツのケーキです。どうぞ。これが可愛いんです。可愛いですよね。可愛いです。美味しいの。高円寺はね、本当にチャイとの相性は本当いいはずですもん。そうですよね。それもあってこの場所に決めたっていうのも、その理由も一つですね。受け入れてくれるんじゃないか。今は普通にいつものチャイと、あとはジンジャーシロップの方の仕込みもしてます。ジンジャーエールとかに使う方の、こっちがチャイで、こっちがジンジャーシロップです。薄切りにした生姜にきび砂糖とあとスパイスを入れただけでこんだけ水が出るんですよ。生姜の水分ですね、これ。水入れてない浸透圧っていうんですかね。砂糖入れてほっとくと水が上がってくる感じ。チャイのこだわりを聞かせていただいてよいですか。チャイのこだわりですか。ホールスパイスを使ってます。パウダーじゃなくて、ちょっとクラッシュしたりとか潰して入れますけど、こういう粉状のじゃなくて、もともとホールのものを入れるので粉っぽくならないと思って作ってます。私大学卒業してちょっとオーストラリアに滞在した時期があって、でそうした時にいろんな国のお友達がやっぱできるんですよね。やっぱそのお友達のお家で紅茶っていうとやっぱチャイみたいのが出てきたりとかして、でお料理もすごいスパイス使うんですよね、皆さん。なんか国の料理になるのが面白くって、それでスパイスにすごい興味を持つようになって。チャイのスパイスは何が入ってるかとかって聞いても大丈夫ですか。そうですね。一番いっぱい入ってるのはシナモンで、あとはカルダモンと生姜と、あとはスターアニスが入ってます。あとはその時の季節とかでちょっと足したりとか少し変えてますけど、ベースは今のになってます。チャイの作り方だけでもね、お店によって全然違いますもんね。多分いろいろあると思います。私の場合は結構長めに煮込むんですけど。あとチャイは基本的にこうやってミルク牛乳で作ってるんですけど、牛乳飲まない方もいらっしゃるので、豆乳とかオーツミルクとかでもチャイを作ってます。別で作ってるんですか。別で、そうですね、それ用のものを作ってます。今牛乳飲まない方多いじゃないですか。私も外に飲みに行く時、豆乳とかに変更してもらったりすることもあるので。
紅茶は何の紅茶なんですか？紅茶はインドのアッサムをメインにして、あといくつかちょっとブレンドしてます。香りのちょっといいもの。あとこれで焼いていきます。高円寺はね、本当にチャイとの相性は本当いいはずですもん。そうですよね。それもあってこの場所に決めたっていうのも、その理由も一つですね、受け入れてくれるんじゃないか。こんなすぐ焼けるんですね。マフィンはそうですね。ケーキとかだと大きい分もう少し時間かかるんですけど、マフィンとかカップケーキは1個の大きさが小さいので、時間でいうと大体25分とか30分ぐらいで焼けますね。でパウンドケーキとかは焼きたてだと切れないので、焼きたてすぐはお出しできないので、その前の日に焼いたりとか、朝早く焼いたのをお昼に出すとかっていう感じです。マフィンは焼いたらすぐ出せます。もう撮影会いいと思います。失礼します。お待たせいたしました。ラムマサラチャイとパイナップルとココナッツのケーキです。どうぞ。これが可愛いんです。可愛いですよね。可愛いです。美味しいの。お待たせいたしました。中でどうぞどうぞ。お洋服も素敵、爽やか。
キャロットケーキ。じゃあ全粒粉を使っていて、クランベリーとココナッツが入ってます。じゃあ沖縄のパイナップルのマフィンです。じゃあスパイスクッキーです。焼き菓子がこうプラントベースで作られてると思うんですけど、そこの理由というか教えていただけますか？そうですね、もともとはうちの家族だったりとか、あと親しい友人で食物アレルギーの子がちょっといたんですよね。でそれもあって興味を持って、でそう作り始めたっていうのがそもそものきっかけで、やっぱそのいろんな国の人たちと接する時に、その国によってやっぱ食べないもの、食べられないものっていうのもあるんですよね。あとは結構自分のことちゃんと主張する人だと、私はこれは食べたくないから外のお店でも食べませんみたいな感じのが結構多くって、でもその場所によってはそういうオプションがちゃんとあったりとかして、そういう人たちと一緒に食事を囲めるんですよね。でそういうところもあったらいいなと思って、自分が作れたらいいなと思って、そういうお菓子を作るようになりました。いろんな状態の方と一緒に食を囲める、そう一緒に食べれたらいいじゃないですか。やっぱりね、食べられないものがあってその場所に行けないかったりすると、なんかねやっぱちょっとつまんないわけじゃないけど、なんかちょっとチャンスをね、その機会を逃してしまうっていうのはちょっとね残念なことなので、スパイスを使うことによって体調が良くなったりとか、そういうこともあるので、健康的に美味しく食べれたらいいなっていう思いでも作ってますね。そうだ、バニラのクッキーいただかないと。ワンちゃんとか小さいお子様も食べられるぐらいすごいシンプルに、作っていて、北海道産の小麦粉ときび砂糖と米油だけで作ってて、甘さもすごく控えめなのでみんなで食べられる感じなので、結構飼い主さんがかじってワンちゃんにあげたりとかっていうこともありますね。小麦粉は大丈夫な子だったら安心してお召し上がりいただける感じ。ジンジャーシロップは何が入ってる？生姜ときび砂糖と、あとは今回クローブとシナモンと少しだけちょっとだけメースっていうナツメグみたいな香りが、ナツメグと同じなんですけどのちょっと別の部分の香りを少し入れてます。ちょっとだけですね。あんま強くても飲みづらくなるので。毎回少し変えてるんですか？そうですね。でもベースはそんなに変わらないので、普段から飲んでる方が急に飲みづらくなるっていうことはないと思います。お待ちしてます。ありがとうございます。お邪魔しました。
嬉しいです。海外の方もいらっしゃる方とかだと、さっきも言ったように多分 Google 見て、でメニューとかある程度分かって口コミとかもあるから、でそうするとご旅行の方意外とビーガンの方が多かったりとかして、ビーガンのお菓子食べれる嬉しいわいみたいな感じで、喜んで買ってってくださったりします。確かにどう探してるのかって、Google なんでしょうね。多分そうだと思います。ご旅行の方は特にインスタグラム、ツイッターとか X とかっていうよりは、Google の方で探してきてくださってると思います。僕も海外行ったら全部 Google です。そうですよね。全部そうです。で翻訳機能もあるから、でそれでそんな口コミは多くないけど、その中でヴィーガンが食べれますとかって書いてくれてる人がいるから、それ見ていらっしゃってるみたいです。うちはあれですよね、きっとワンちゃんと豚ちゃんがダダンと出るんですよね。いやいや、本当醍醐味だなと思いました。なんだろうな、人もそうだけど、やっぱりいろんなね、人だけじゃない、ペットさんとか家族ですもんね。ありがとうございました。ありがとうございます。またお待ちしております。